こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。あそこに犬がいます。あそこに犬がいます。あそこに犬がいます。There is a dog over there. あそこに犬がいます。この道は狭いですか？この道は狭いですか？この道は狭いですか？ Is this road narrow? この道は狭いですか？朝、窓を開けてから空を見ました。朝、窓を開けてから空を見ました。朝、窓を開けてから空を見ました。I opened the window in the morning and then looked at the sky. 朝、窓を開けてから空を見ました。机の上に茶色い封筒があります。机の上に茶色い封筒があります。机の上に茶色い封筒があります。There is a brown envelope on the desk. 机の上に茶色い封筒があります。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。It was cold today and my hands quickly got cold. 今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。この会話を聞いて答えを書いてください。この会話を聞いて答えを書いてください。この会話を聞いて答えを書いてください。Please listen to this conversation and write the answer. この会話を聞いて答えを書いてください。父は朝の運動を毎日続けています。父は朝の運動を毎日続けています。父は朝の運動を毎日続けています。My father continues his morning exercise every day. 父は朝の運動を毎日続けています。先生は宿題の出し方をご説明になりました。先生は宿題の出し方をご説明になりました。先生は宿題の出し方をご説明になりました。The teacher explained how to submit the homework. 先生は宿題の出し方をご説明になりました。電話が急に鳴って話が止まりました。電話が急に鳴って話が止まりました。電話が急に鳴って話が止まりました。The phone rang suddenly and the conversation stopped. 電話が急に鳴って話が止まりました。雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。I went out without noticing the rain and ended up getting my clothes wet. 雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。あそこに犬がいます。この道は狭いですか？朝、窓を開けてから空を見ました。机の上に茶色い封筒があります。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。この会話を聞いて答えを書いてください。父は朝の運動を毎日続けています。先生は宿題の出し方をご説明になりました。電話が急に鳴って話が止まりました。雨に気づかず出たので
服が濡れてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。あそこに犬がいます。あそこに犬がいます。この道は狭いですか？この道は狭いですか？朝、窓を開けてから空を見ました。朝、窓を開けてから空を見ました。机の上に茶色い封筒があります。机の上に茶色い封筒があります。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。今日は寒くて手がすぐ冷たくなりました。この会話を聞いて答えを書いてください。この会話を聞いて答えを書いてください。父は朝の運動を毎日続けています。父は朝の運動を毎日続けています。先生は宿題の出し方をご説明になりました。先生は宿題の出し方をご説明になりました。電話が急に鳴って話が止まりました。電話が急に鳴って話が止まりました。雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。雨に気づかず出たので服が濡れてしまいました。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。